なんだなんだこの遊戯王のベッドの位置みたいな机の配置。どうも締め切り前限界女ですまたかよ。またこんな締め切り前限界女になるとは思わなかった。なんでかっていうと、前回の展示で結構限界になったので、限界っていうのはもう永遠徹夜ってことね。でその反省を踏まえて、今回もうめっちゃ前倒しにやってたんだけど、あ、見える？ちょっと待って、ちょっと見てよ、見てくれよ。これなんだかわかる？これキャンバスの革です。私が剥ぎました。先週の前の動画でキャンバス木枠作って、そこにキャンバスの布貼ってもうせっせと描いてたのね。書き進めてたんだけど、多分これ進めてもうまくいかなさそうみたいな、そういうタイミングってあるじゃない、何事にも。それのゾーンに入っちゃって、これはもうまた一からまっさらな状態からやり直した方がいいなって思っちゃって、ちょうど1週間前に絶対そうした方がいいんだけど、なんかこう踏み出さなくて、だってさ、ここまで結構進めてきてるのに。でチャット GPT に相談してこのまま書き進めた時のメリットデメリット、貼り直した時のメリットデメリットを上げてくれてさ、さすがだよね。でどう考えても私はやり直した時のメリットの方がでかいなって思って、で今再度キャンバスの布を貼り直して描いてる状態。でもその後ちょうど1週間前に絶望してベッドに突っ伏して泣いてたからまたこれかよと思って、スムーズにいかないのかよと思って泣いて。でもそう思うと、この1週間で貼り直して3作品仕上げられたから、結構頑張ったかもこの1週間そう外に出ていません。でも私さ、1週間外に出てないのに全然今外に出たい気持ちがないんですよやばくないですか？ちょっとキャンバスの皮いいかも。でもさ、そこでさ妥協せず貼り直すという選択を取った自分ってめちゃくちゃアーティストじゃんとか思ってだから大丈夫だよ自分って思って。よくさ、引きこもるにも才能が必要みたいな普通の人間はそんな何日も何ヶ月も引きこもることなんてできないってどっかで聞いたけど、私1週間は余裕ですね。何日引きこもれるかチャレンジしてみたいな。今日は外出るんだけど、それもさ、食材がちょっとなくなってきたからそろそろ買いに行かなという予定があるから行くだけで、全然外出たくない本当に運動不足はマジで深刻な問題だから、もうね、ステッパーを買おうかなと思った。知ってる？ステッパーっていう、なんかこうやってゆっさゆっさ、いやそこはエホエホだろ、足踏みして運動するっていう室内の運動器具。ちょっとそれね、買おうかなと思った。私ね、やっぱりね、外に出るというハードルが高すぎるのよ。だからやっぱもうそういう人は家の中で運動する方向でいいんじゃないかなってちょっと思っちゃった。ジムとかさ行きたいけどさ、私ね、人目が気になって運動できないと思うそういう人いないの？なんでみんな人前で運動できるの？私のこの運動を人前で見られるのは恥ずかしいっていうのは、やっぱり学生時代運動音痴だったからなのかな。そのトラウマでとかあるのかな。やっぱちょっとこの部屋、なんでこの机斜め配置にしてるかっていうとさ、光と明かりとの加減がめっちゃなんかね、描きにくくて色味も分かりにくいし、あとね、塗り残しがめっちゃ分かりにくいの。だから私わざわざさ、リビング行って違う環境で塗り残しないか確認しててさ、でこの斜めにすることでなんとなく平行にするよりかは描きやすくなったっていう遊戯王ベッド配置でやってますわ。なんか悩むな、ずっと悩んでるな。だからまたちょっといろいろ絵を試す時間を作る、絶対。ちょっとこのままだと私すごい迷走してる気がするんだよね。一番ダメな思考に陥っちゃってるから、ちょっとどうにかしないと。みんなどう乗り越えてんだろう。だから私自分があるようでないんだよな。でもそうだ、私展示に参加して知ったことがあってさ、イラストレーターさんはクライアントから依頼を受けて、こういう絵を描いてくださいっていう指示をいただく。でそれに合わせて絵を描くお仕事だって思ってて、アーティストは自分の好きなように
作品を作るっていうイメージだったんだけど、展示する際に意外とこのスペースがあるからこういうサイズの絵を描いてください、何点描いてくださいみたいな指示があるっていうのを最近知って、もう完全に自由にのびのび描いてくださいってわけじゃないんだなって思って。いやまあそりゃ限られたスペースがあるからそりゃそうなんだけど、私ずっと F15 ぐらいの絵を描いてたからさ、ちょっとちっちゃいサイズの作品もうちょっといろいろ考えたいのよね。今これはキャンバスの箱を作ってます。あれ待って、嘘、髪の毛に絵の具ついてる昨日の夜描いた分の絵の具だわ。なんかさ、ちょっとまたネガティブモード発動していいっすか、自分。なんかさ、私さ、もう絶対に思わなくていいんだけど、真面目で損してんなって思うことが本当に多々あってさ、絶対思わなくていいの。真面目なのはいいことなんだけど、まあ実際さ、真面目な人が損する社会ではあるじゃん。学校の時とか思い知ったからさ、損はしてないんだけど、どうしても私が真面目だからうまくできないのかなとか考えちゃうことがよくあって、私学生時代一番印象に残った真面目で損エピソードがあって、身だしなみ診断みたいな身だしなみ診断なんだっけあれ、服装検査みたいな、服装頭髪検査みたいなのが地元の公立中学校に通ってた時代にあって、で私特に服装とか髪型も校則違反はしてなかったと思うんだけど、スカート折るとかそういうことにも全然興味なかったから私は。なんだけどさ、担任の先生に前髪が長いから眉毛より上に切ってきなさいって言われて、でハサミまで持ち出されてさ、めっちゃビビるじゃん。先生が切ってもいいんですよみたいなそんな風に言われる学校だったから、めちゃくちゃ長い前髪とかでもないんだよ、もうこのぐらいよ。やりたくねえなと思いながら、まあルールだからしょうがないかと思って切って、次の日学校行ったらさ、前髪を眉上に切ってきたのが私だけだったので、いわゆるちょっと不良ヤンキーっぽい生徒には先生そもそも注意してなかったの。まあ、その先生も多分そういうなんだろうな、怖い生徒には強く言えないタイプで、逆に私みたいな言うこと聞く真面目ちゃんには強く言うタイプだったから、まあそれもおかしな話なんだけどさ、だからそれ見て、ああ真面目だと損するんだなって、真面目じゃないルールを破る人の方が得してんだなって悟って、結構辛かったな。それ以降かも真面目イコール損するって思うようになった。うちの夫のアズーもどちらかといえば真面目で損するタイプなの。なんかなんならね、私はその真面目で損してんなって思うタイミングがたくさんあったから、もう性格悪く生きてると思うの自分で。アズは私から見れば真面目で損してるんだけど、全然そこ気にしてないというか、だらしがない人に迷惑かけられて、例えば自分がもう体調崩すとかね、そういうことがあったんだけど、アズはなんだけど別にその人のことを憎んだりとかはしてないって言ってて、なぜならそのだらしがない人に仕事増やされても、その仕事をしたら経験になって自分の糧になると、そうおっしゃってね、眩しかったよアズーは。これアズーは真面目で損したなんて思ったことはないって言ってた。いやー、いつから私こんなにねじ曲がっちゃったんだろう。だからもうちょっとね、私もアズーみたいに考えられるようになりたいんだけど、今日の動画は絶対つまんなかったよね。やっぱ限界ってダメだな。てかやっぱ私さ、外に出かける予定があるとなんかずっとねそのこと考えちゃうから、ちゃっちゃと用事済ませた方がいいわと思って、もうちょっとスーパー行ってくるわ。何を話したかったのかわからない動画になっちゃった。そんな大して絵描くとこ見せてないし。まあでもね、私のこのチャンネルのコンセプトはなんだっけ、休み時間誰かの机に集まって自由帳にお絵かけしてた頃の気持ちで見てほしいというテーマがあるので、あの頃さ楽しかったよね。みんなで落書きとかしてさ、あの頃の気持ちでおしゃべりしようぜという。私これ結構思いついた時いいじゃんって思った。てかさ、限界といえばさ、この冷蔵庫さ、アズーが一人暮らしの時から使ってるやつ、引っ越したての頃はマジでやっぱ余裕ないからさ、全部アズーの家具を
家電を使わせてもらってるんだけど、やっぱこの一人用の冷蔵庫はもう限界ですね。なんかね、日常的には別に困ってないんだけど、こういう繁忙期でご飯作る時間もないスーパーに行く時間もないっていうタイミングだと、冷凍庫がこんぐんだけしかないからさ、冷凍食品のストックもできないし、大きいのを買いましょうという結論になった。でも1年さ、このサイズの冷蔵庫で耐えてきたの結構すごくないあ、でもね、だから作り置きとか置けないの、ちっちゃすぎて。そう、それも困ってはいたか。作っては食ってだから。私より働いてるわ、あり。なんかね、6、7月ぐらいになるとね、羽黒トンボっていうさ、トンボがここの散歩道によくいてさ、めっちゃね、綺麗なんだよ。また今年も会えたらいいな。エナジー。